声学ではこれだけ唇を突き出している日本語のうを唇を丸めてないと言います。 Hello everyone, welcome to the Lemon School channel。 こんにちは、レモンスクールです。今日は発音系の学会の話とかを僕みたいな中堅どころの研究者の立場からお話します。ちょっと愚痴も入りますけど、最終的には皆さんがハッピーになる結論を用意してますので、ぜひ最後までご覧ください。今までの動画で、日本の音声学では日本語のうでは唇を丸めない非遠心というのが定説というか多数意見という話をしてきました。それで実際に7人の標準語話者の唇の動きの動画を撮って、唇を突き出している長さを測って、2018年の音韻論の学会で発表したんですよ。広島大学の山田先生っていう方と一緒に。こういう動画です。個人差はありますけど、こんな感じですね。そして唇を突き出す長さを数値で見せたところ、明らかにうが一番唇を突き出してるんですよ。これがそれぞれの被験者ごとのグラフですけど、これらのバーは左から順にう、お、え、あ、いです。数値が大きいほど唇の突き出しが大きいということです。え、あ、いに関しては数値がマイナスになってますけど、これは唇を横に開くので、結果として唇が少し後ろに引っ張られているということです。個人差が大きくて10ミリ以上、つまり1センチ以上突き出している人もいれば、2ミリ程度しか突き出してない人もいますけど、明らかにうが一番突き出してて、え、あ、いは値がマイナスになってますよね。明らかです。で、これを見せても学会ではだいたい9割くらいの人は、いや、非遠心だ、丸めてないって言い張るんですよね。なぜかというと、まず反対意見の一つです。うの方がおよりも唇の突き出しが長くなるのは、うの方が狭母音だから、う、おって、うって言うと顎の位置が上がるから、で、唇も高くなるから、唇がより大きく突き出すのは自然なことだっていうことです。だから、うの方がおよりも丸めが大きいっていうのはちょっとずるいんじゃないかっていうふうに言われました。これは全くその通りのご指摘だと思います。確かに条件が違うので、うの方がおより丸めが大きいとは言えないですよね。でも次の話ですけど、被験者の人数が7人しかいない。これで、うは唇を丸めてると一般化できないということなんですけど、でも正直この反論はちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね。仮にこの7人が例外的に独特の発音をする人だったとしても、ランダムに選んだ被験者が7人ともたまたま全員例外的な人だったのかと考えると、それはものすごく可能性が低いですよね。逆に、納得できる人数の、はっきり唇を突き出してない動画を見せてくれるとか証拠を出してくれたら、こちらも納得せざるを得ないと思います。だからやっぱり非遠心だっていう証拠をやっぱり出してもらいたいと思います。これを否定するためには、否定する側もそれ以上のものを差し出さなければならない。あと別の反論は、これは実験っていう環境だから唇の動きを大げさにやってるんだろうっていう反論です。でもこの反論も正直ちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね。もしも実験だから大げさにやるから唇を丸めてるんだったら、あとかえとかいとかも、お、う、みたいに全部唇を丸めるはずなんですよ。でも実際そうしてないんですよ。逆に母音を単独ではっきり発音するからこそ、それぞれの母音の特徴をはっきり出してると思うんですよ。いだったら、むしろ唇を横に開くっていう特徴をはっきり出すわけですよね。だから、うは唇を丸めるっていう特徴をはっきり出してるわけです。あと別な反論は、普段喋ってる時はあまり丸めてないっていう話です。これは確かにその通りで、ますとかですとかっていう時はもう全く丸めてないと思うんですよね。すのところで。ますです。ただ今までの動画で説明してるんですけど、英語とか中国語とかヌンタン語も実際普通の速さで喋るときはそんなに丸めてないんですよ。だから遠心母音とか非遠心母音とか、あとは摩擦音とか破擦音とかそういうのを決めるときは、早く喋ってるときに弱化した発音じゃなくて、はっきりした発音。ターゲットが何かで議論しないとよくわからないと思うんですよね。それでターゲットははっきり唇を突き出します。だから今は早く喋ってる時の話ではなくて、ターゲットは何かという話です。この基準をしっかり合わせないといけないんじゃないかなと思います。ちなみに、です、ますって言ってる時に関しては、これは単なる母音の無声化じゃなくて、この語彙独自の発音だと思いますね。母音が完全になくなって、音節主音の S、シラビックの S になってるという、この語彙独自に発達した発音だと思います。僕はそう思いますけど、どうでしょうかね。で、あと、反論じゃなくて、結構確信をつく意見をいただいたんですけど、日本語の発音指導に熱心な先生の意見なんですけど、その先生が外国人に日本語を教えてるときに、うの発音が、外国人が言うと、うーみたいな発音になって明らかに違うんだっておっしゃったんですよね。
で、これは確かにその通りで、例えばスペイン語母語話者の人が僕の名前を呼んだ時に、僕の名前はアキツグって言うんですけど、アキツグみたいな呼び方で、うにもおにも聞こえるような音で、明らかに日本語のうとは違ったんですよね。だから外国人日本語学習者のうの発音が日本語のうと違って、なんかうみたいに聞こえるから、だから日本語のうは非遠心だっていうのが好まれるというのは確かにすごく頷けます。だけどこう聞こえる理由は2つあると思うんですよ。1つは日本語のうは結構ベロの位置が前の方なんですよね。これは次の動画で詳しく話しますけど、おはすごくベロの位置が後ろなんですけど、うは結構前なんですよ。前絶母音に近いんです。前舌母音に近いんです。だから下の位置が後ろすぎると、日本人の耳にはおみたいに聞こえるっていうのがあります。もう一つは第1回の動画から説明してますけど、唇の動きには6種類あって、で、ぜひそちらの動画も見ていただきたいんですけど、ヌンタン語みたいに唇を丸めて狭める、摩擦が起きるくらい狭める母音。つー。あと、唇を丸めるけど、唇は狭めない母音。つー。っていう区別があります。丸めでも2種類あって、日本語のうは十中八九こっちの狭めを作らない遠心。6種類の唇の形だと、これに当たるでしょう。つー。じゃなくて、つー。つー。それで本当だったらデータを取るときに唇を真横からあと真正面から動画を撮って唇の突き出しと狭めの両方を測るべきだったんですよね。でも当時の僕はまだ唇の狭めっていうのが分かってなくてそこまで頭が回らなかったんですよね。だから日本語のうに唇と唇の狭めがないというデータは取ってないんですけど、でも狭めがない母音だと僕は思います。まあこれはね、どなたかデータを取ってくれる方がいたら嬉しいなと思います。だったら明らかに音が違う。だったら日本語のうになるわけです。そうすると前の動画でも話しましたけど、唇を狭めるかどうかという発想におそらく至ってない人は、丸めが強いか弱いかっていう表現になると思うんですよね。って唇と唇の間に狭めを作らない方が丸めが弱い。みたいに狭めを作る方が丸めが強いっていう発想になるわけですよね。は丸めが弱い。は丸めが強いっていう発想になるわけですよね。まあ、わかりますよね、気持ちは。やっぱり日本語とか英語だけしか見てないと、日本語や英語には唇を狭めるかどうかっていう区別がないから、どうしても日本人にはその感覚がわからないんですよね。これはもうしょうがない部分があるんですよ。僕もたまたまヌンタン語と出会えたからよかったんですけど、でも出会えなかったら一生わからなかったかもしれません。やっぱり音声学の教科書とか論文をいくら読んでも実際に多少なりともその音が生活に入ってこないとわかんないんですよね。少なくとも僕はわからなかったです。そうすると、今までの動画で話したように、音声学の多くの人の考えでは、日本語のうは丸めがあるけど丸めが弱いから非遠心だという位置づけになってます。でも実際には弱いんじゃなくて、狭めを作らない遠心。日本語のうは狭めを作らない遠心だったら、丸めが弱いっていう風に考えている方たちも納得できるんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。それさすがにその日本語の発音指導の先生は柔軟な方で、これで納得していただけたんですよね。それがすごく良かったです。しかも僕の知り合いで、上海語が母国語の人で、もう日本人と全く同じ、全く訛りのない日本語を喋る人がいるんですよ。その人は日本語の先生なんですけど、もう発音が大好きで、発音のセンス抜群っていう人なんですよね。で、その人はすでに日本語の発音指導で、日本語のうは唇の狭めを作らないで唇を突き出すってすでに教えてたらしいんですよ。実技のレベルがものすごく高い人が実践で僕と同じことを言ってくれてるっていうのはすごく嬉しいことです。それで面白いことっていうか、僕にとっては面白くないことなんですけど、意外にも日本語のうを丸めるっていうことに外国人の研究者の方が認めたがらない傾向があったんですよ。日本人の研究者が認めたがらない理由はわかるんですよね。やっぱり日本語の発音は単純で、外国語みたいな複雑な動きをしないっていう先入観がなんだかんだで発音の専門家である音声学者たちにもある程度あると思うんですよ。でも実際は外国語でもそんな複雑な動きをしたらコスパが悪いから、人間の言語はどの言語でも同じくらい効率よく情報を伝えないといけないので、外国語がそんなにコスパが悪いことをするっていうことはないんですよね。発音の単純さっていうのはどの言語でも同じくらいなんですよ。頭では理論は分かってるんですよ。でもやっぱり人間としては隣の芝生は青く見えるんですよね。母語の発音は母国語の発音は単純で、母語じゃない言語の発音は難しく感じるんですよ。これはもうしょうがないですよね。だから日本語はそんなに唇を突き出すなんて複雑な動きはしないっていう先入観がどうしても根底にあるから、その気持ちはわかるんですよね。じゃあ、なんで外国の人たちは認めないかっていうと、日本語の教科書には、うは唇を丸めないって書いてあるんですよ。
これも別な動画で説明しているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、東京の一般人の発音じゃなくて、NHK のアナウンサーの規範的な発音が外国人用の教科書には書いてあるんですよ。だから日本語が母語じゃない人は教科書で、この規範的な発音を最初に習うと思うんですよね。最初に日本語のうは唇を丸めないって習うと思うんですよ。だからそれでやっぱり最初に習ったことってなかなか上書きできないからじゃないかなと思うんですよね。実際僕も中国語の成長で3世3世って続いたら2世3世になるって最初に習ったので、中国人のうちの妻から2世3世にならないよって言われてもすぐに納得できなかったんですよ。妻は実際に中国語を使ってるわけだから、そっちの方が実践的な発音ですよね。教科書のストーリーじゃなくて現実なんですよ。でも最初に教科書のストーリーを習っちゃうと、なかなか情報を上書きできないじゃないですか。あとは発音じゃないですけど、日本の英語の授業では、副詞が動詞を修飾するって習うから、ネイティブが I'll be back real quick とか It sure is とかって言うと、副詞じゃないじゃないかとか Let's go get some food とかって言うと、動詞が2つ続いてるじゃないか。ネイティブの英語おかしいって日本人はよく考えちゃいますよね。でもこれはもうネイティブは普通に言ってることだから完全に正しい文法なんですけど、日本で習った教科書の話と違うと、ネイティブの英語を間違ってるみたいに考えちゃうじゃないですか。本当はネイティブの英語が間違ってるなんておかしいですよね。おかしいけど、ついそう考えちゃうじゃないですか。そういうのに近い部分があるんじゃないかなと思います。だからそういうので日本語が母語じゃない人たちも最初に習ったことと違うことを受け入れられないんじゃないかなと思います。それでやっぱり9割くらいの人から否定されると嫌になりますよね。もうこの時は本当音声学多いのって一体何なんだって思いました。ほとんどの研究者が自分が情熱を持って研究して発表したものを情け容赦なく切られるっていう経験をしてますからね。そういう愚痴をよく聞きます。だからきっと言語学の分野だけじゃないでしょうね。誰でもそういう悔しい思いをしてると思うので、それはしょうがないですよね。ただそこにドイツ人のちょっと偉い先生がいらっしゃったんですよ。おそらくその方は日本語を勉強したことがなくて、日本語の音声学もそんなに突っ込んでやったことがない方だと思うんですよね。だから先入観なしで僕の発表のデータを見てくれたと思うんですよ。それで、日本語のうは遠心母音だよ。とサクッと言ってくれたんですよ。僕は本当この方に救われました。だから、だけどみんな認めてくれないんですよって愚痴ったら、それは今まで50年くらい非遠心って言われ続けてたのに、たった1回の学会で考えが変わるものじゃないよっていう風に言っていただいて、それで、僕の気持ちも晴れました。ここで言えることは、僕が2008年に大学院の修士を始めた時に、大学院の先輩から、データが全てだ。データを示さないと誰も納得しない。だけどデータさえ示せばみんなが納得せざるを得ない。みたいに言われたんですよね。データは嘘をつかないよ。もちろん科学的なデータを集めることは最低条件です。これは絶対やらないといけないことです。でも実際はデータを示しても納得してもらえないことは多々あります。それで理化学研究所にちょっと仕事で行った時に教えていただいたんですけど、議論をしたら、特に抽象的な概念の議論をしたら、若い方が負けますっていう風に言われたんですよ。でもね、そういうことなんですよね。こういう遠心とか非遠心とかっていうラベルの付け方はもうその典型ですよね。結局研究者も人間ですからね。やっぱりデータよりも心が納得できるかどうかですよね。それが現実なんですよ。理屈じゃない！結論です。おそらく皆さんがハッピーになってくれるだろうという結論は、NHK のアナウンサーの規範的な発音ではなくて、一般の東京の人たちが喋る日本語のうは、はっきり発音したとき、つまりターゲットは、唇と唇の間を狭めないで唇を丸めるというか突き出す。この最初の動画で話した6種類の唇の形だと、これに当たります。積極的に唇を横に開くわけでもないし、レディーポジションから動かさないニュートラルでもない、摩擦が起きるほど唇を狭めるわけでもないということです。積極的に唇を丸めて狭めない。でも、でも、でもなくて、ということです。だから遠心か非遠心かの2択しかなかったら紛れもなく遠心でしょう。ただ早く喋るとそんなに唇を動かしませんけど、それは日本語に限ったことではないですからね。早く喋ると唇をあんまり丸めないから非遠心だと言ったら、おそらく全ての言語の母音が非遠心になっちゃうんじゃないかと思います。この動画が面白いと思っていただいたら、いいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。